です。私はですね、今北九州空港に来ております。それで今回なんですけども、この北九州空港から台湾台北に行きたいと考えております。それでね、今回利用する航空会社なんですけども、スターフライヤーです。皆さんスターフライヤーでね、ご存知ですか？私過去にレビュー国内線はねさせていただいたんですけども、結構外資系っぽいね名前とか、あと機体もね黒くてなんかそんな感じがするんですけども、意外とね国内会社でございまして、なんならねこの北九州を拠点としているね航空会社でございます。それでもともとはねスターフライヤーなんですけども、国内線だけを飛ばしてたんですけども、なんとね昨日10月28日、今日は10月29日翌日になるんですけども、昨日からね国際線台湾台北にね就航するということでね、今回ね乗ってくださいみたいなね要望も多かったことから、私ね2日目のフライトに乗ることをね計画しておりまして、今回ね実行させていただこうかと思っております。スターフライヤーなんですけども LCC とね思ってる方もいるかもしれないですけども、意外と LCC ではないんですよね。ただ大手のアライアンスには加盟しておらず、独立したね航空会社でございます。一部は ANA のコードシェア便をね持ってったりして、ANA のマイルでね取れたりもするんですけども、スカイマークとかと変わらないようなね航空会社でございます。それが今回ね、国際線に進出したっていうんでね、スターフライヤーのね国際線はどんなもんやっていうところをねちょっと皆さんにねお伝えできればなみたいな感じで思っております。機内食とかね、国内線だと出ないんですけどもね、そういったのも出るんですかね。それで今ねちょうどもう2時間前切ってるんですけども、一応ね予約確認表はね40分前ぐらいにね来てくださいみたいな書いてたんで、国際線でもね、それぐらいで乗れてしまうような北九州空港でございます。ただ北九州空港で意外とね国際線も飛んでるんですよね。韓国が中心になるんですけども、ソウル、プサンみたいなね感じで飛んでたりして、結構外国人の方もね、今私バスで来たんですけど乗っていました。そんな北九州の空港もせっかくなんでねレビューしたいなみたいな感じで思っております。今ね2時10分になりまして、フライトがね3時55分、もうだいたいやばいなっていうことなんで、もう早速なんですけども、今からねチェックインさせていただこうかなみたいな感じで思っております。北九州空港はねもうこんな感じで、なんかすごいお手製みたいな、ただ決してね古くはないです。めちゃめちゃ新しいです。なんか神戸空港とね似てるけど、神戸空港よりも若干はちょっとちっちゃいかなみたいな感じでございますね。はい、こんな感じです。もう人も誰もおりまへん。はい、車もいっぱいなんで、車持ってる人はめちゃめちゃ便利ですね。出発は国内線国際線こっちと、セブンイレブンがあったりしますね。はい、では今上に向かってるような感じです。吹き抜けもあって、なかなか今風な空港なデザインでとても気持ちいいですね。ただ人はそんなにおりません。こちらが国内線の北九州空港のフライト情報なんですけど、東京行きがめちゃめちゃあります。それでもう一つちょっとね反射して分かりづらいかもしれないですけども、あちらに書いてる7G801 っていうのがね、私は今回乗るやつで、もう出国手続き中ってなってますね。で国際線のチェックインカウンターがあちらになっておりまして、もう結構人並んでるんで、こんなちったら喋らずに並びたいと思います。結構並んでますね。ただみんなねやっぱり黒がカラーとなるので、スターフライヤーのねめちゃめちゃなんか上品な感じがしますね。ただなんかちょっとヤクザっぽくて怖いっていうのもありますね。ではここで並びます。あんな感じでスターフライヤーがね、中国語でも書かれておりまして、星越航空ってなってますね。なかなかこれはレアじゃないですか。無事チェックインすることができました。ちょっと時間はね国際線飛ばし2日目ということもあって、かなりね不慣れなような感じでして、特に私の妻の場合韓国人なんでね、かなり特殊なやつだったみたいで結構時間かかりましたけど、とりあえずは搭乗券もちゃんともらうことができました。特にオンラインチェックインとかなく、ここでもう2時間前にねチェックインするみたいな感じになります。搭乗券はちょっと写真出しとこうと思うんですけど、結構格好いいと言いますか、ちょっとこだわってていいなみたいな写真が載ってるだけなんですけどね。一応今回荷物だから、スターフライヤーの場合は特にね別に一番安い航空券買ったとしても荷物はね預けることできるんですよ、無料でね。しかも30キロまで、なかなかないですよね。30キロまで預けるって大体23キロとかね決まっているところは多いんですけども、スターフライヤー太っ腹で30キロまでね預けることができます。
ただ今後こう安い航空券とかでねもしかしたら機内も預けできないやつとかも出てくるかもしれないですけども、私が買ったやつは一番安かったにもかかわらず30キロまでね、預けれるみたいな感じでございましたと。ここら辺がだから LCC ではないっていうところが分かるところですね。それで今回ちなみに航空券なんですけども、就航セールで片道1万3000円ぐらいでねゲットすることができました。安い。これからね、この値段で出てくるかはちょっと分かんないんですけど、少なくともね最安値だとそれぐらいということで、さらにね、私今回片道で取って帰りはねまた別の航空会社で帰ってくるんですけども、そんなね取り方も可能でございます。なんで台湾に在住してる人にもねおすすめできる航空会社なんではないかなみたいな感じで思っております。というわけで今から北九州空港から日本出国したいと思います。無事出国することができました。空港自体は飛んでるって言ったかもしれないですけど、そんなにやっぱり飛んでないみたいで、制限エリア内自体はねめちゃめちゃちっちゃいみたいな、こんな感じ。はい、これだけになりますと。まだスターフライヤーの機体はありませんので、もうちょっと待ってね来るみたいな感じになるんでしょうかね。ラウンジとかもなくて当然ね、多分もう LCC とスターフライヤーぐらいしか飛んでないんでね、別にラウンジなんでなくてもいいとは思うんですけどね、狭いところでございます。今回北九州のねスタンプゲットすることができました。上は稚内、横は福岡というね、最近は変なところから出国することが多いですけども、関空とか羽田とか使う場合はもうね自動ゲート使ってるんで、もうスタンプもらってなくて節約してるんでね、こういったところには自動ゲートはないので、もう必ずスタンプもらうという形になってこんな風に固まってるんだと思います。お土産ショップ見てるんですけど、こんな感じでね、東京バナナ売ってたりとか、ロイスチョコレートがね、売ってたりとか、白い恋人が売ってたりとかね、もはや何でもありみたいな。あっちの方にひよことかってね、あれは福岡らしいですけどもね、何でもありです基本的に。はい、こんな感じになってます。スターフライヤーが今来ました。今回は国際線のところということで、今まで国内線しかなかったスターフライヤーですけども、こんな感じではいやってきました。めちゃめちゃ機体がねかっこいいですよね。なんか JAL よりも高級感があるような感じでいい感じでございますと。はい、ちょうどお客さんが降りてきたので、やはり台北からこうやって、お客さんが来たっていう感じになりますかね。ゲートの前に来てるわけでございますけども、こんな感じの雰囲気で、スターフライヤーがね台北行きっていう国際線出してるのは、私はあんまりそんな普段ねスターフライヤーを気にするかって言ったらそんなにそうでもないんですけど、やっぱりちょっと違和感はありますね。いろいろ台北に限らずね、いろんなとこ飛ばしてほしいですね。乘坐新月航空的有一个请注意，因乘坐的新月航空前往台北的航班马上开始登机。Ladies and gentlemen, this is the pre-boarding announcement for Star Flyer flight to Taipei. Star Flyer よりご案内いたします。スターフライヤー台北行きはまもなく皆様を機内へご案内いたしますが、はじめにお手伝いご希望のお客様、2歳以下の小さなお子様連れのお客様、ご妊娠中のお客様、スターリンクベガ会員およびアルタイル会員のお客様でご案内いたします。優先搭乗ご希望のお客様は搭乗口よりご搭乗ください。はい、それでは優先搭乗が始まりました。やっぱりねこう始まったばかりということでスタッフの人がめちゃめちゃ多いですね。台北行き1便飛ばすだけなんですけどもね、それで一応ねこういうスターフライヤーにも上級会員制度があったんですね。ちょっと知らなかったんですけども、それで今子供連れのお客さんとかね、体が不自由な方とか、あと上級会員人とかねをアナウンスしてるんですけども、誰一人いません。それで日本語のアナウンスに関しては一番最後で中国語、英語、日本語というね、日本語一番最初の方がいいんじゃないかなというふうに思うんですけどもね。お待たせいたしました。ありがとうございます。お預かりいたします。ありがとうございます。はい、どうも。はい、それでは今から機内に中に入りたいと思います。
あ、すいません。ありがとうございます。じゃあ。機内の中入りました。とりあえずはトイレね、今回窓側取ったんで多分長いフライトではないので行く機会もないのかなと思って、今のうちにちょっと用をね済ませるついでにトイレ取ってるんですけども、こんな感じで至ってシンプルですね。もう国内線で変わらないみたいな感じになっております。はい、座席に着きました。座席ね、やっぱり LCC じゃないですね。もうこんな感じで全然広い。こんなに空いてる。ピーチならこれぐらいしかないですけどねだからね、もう普通の航空会社 ANA とか JAL とかね、そんな感じと変わりません。はい、これが1万3000円は結構お得だと思いますね。それでね、やっぱりこうディスプレイもありまして、今回 25A というね窓側の座席で、もう後ろから3列目みたいなところにございますと。はい、それでこんな感じで今回はエアバス320ということで、LCC ではよくある飛行機でございますと。スターフライヤー台湾桃園国際空港行き801便でございます。手荷物は座席上の物入れ、または前の座席の下などしっかり固定される場所にお入れください。 Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard Star Flyer Flight 801 to Taiwan Taoyuan International Airport. 各位旅客，感谢您搭乘本次班机，请您把随身行李妥善安放在座位上方的行李柜，或固定在前方座位下。離陸前に台湾の入国カードもねちゃんともらうことができました。これもしっかりしてますね。ガイドブックも、全然スターフライヤーには関係ないみたいですけどね、はい、もらえました。台湾桃園国際空港行き801便をご利用いただきましてありがとうございます。飛行時間は2時間20分を予定しております。シートベルトをしっかりお締めください。毛布をお使いのお客様は必ず毛布の上からシートベルトをお締めください。客室内は通路、化粧室を含め全席携帯電話を含むすべての電子機器は電波を発信しない設定に切り替えるか電源をしてください。なお、アイコスなどの加熱式タバコや電子タバコは機内での喫煙並びに充電が禁止されております。皆様のご協力をお願いいたします。请系好安全带，确保环扣带拉紧。はい、一応こんな感じで、使用毛毯的旅客，请将安全带系在毛毯上方。録音なんですけども、中客舱国語のね内包括アナウ走道ンスもある、洗手という间ことでご全程ざいます。禁烟。请不要在机内使用及充电加热式まもな香烟く出発と和なります电子烟。けれども、お客さん行自体动电话は等的所有电子产品，请2日目切なんで换为飞すけども、行模式， 6或割请ぐらいかな、直接关机。 5割ぐらいかな、そんな感じですね。初日は結構やっぱ関係者とかもね、記者の方とかも出て満席だったみたいですけど、2日目でこれということはちょっと厳しいかもしれないですね。これから台湾の人はどれだけ利用するかって感じですかね。ご搭乗ありがとうございます。本日空の安全と皆様をお守りするため参りました私スターフライヤーマン。これから空の守護神として皆様に安心して空の旅を楽しんでいただくよう、機内の設備、空のルールについての話をしましょう。手荷物は座席上の物入れ、または前の座席の下にお入れください。膝の裏側や通路、非常口付近には置かないでください。怪我につながる恐れや脱出の妨げとなりますのでご協力お願いします。皆様が着席されていることを確認して出発いたします。シートベルトはカチッと音が鳴るまで差し込み、長さを調節して腰の低い位置でしっかり締めてください。ベルト着用サイン点灯中は必ずお締めください。サインが消えていてもお座りの間は常にシートベルトをお締めください。外すときは金具の片方を持ち上げます。緊急時に全て
てのお客様が安全に脱出できるように、離着陸時は座席の姿勢、テーブル、フットレストを元の位置に戻してください。ご質問がありましたら、私スターフライヤーマンまたは客室乗務員にいつでもお尋ねください。それでは素敵な空の旅をお楽しみください。機内の安全はスターフライヤーマンが出てきましたね。まもなくじゃあ出発でございます。結構せわしなくて、ほぼ定刻通りでございます。では台湾にスターフライヤーで行っていきたいと思います。してからの、台湾に向かうって感じですね。今日は晴れとはいるんですが、若干風が強いのか結構揺れてますね。無事飛んでくれて、とりあえず良かったです。こんな感じでブランケットもあって、ちゃんと袋に、入れてて ANA や JAL でも袋には多分入れてくれてないと思うんで、その点はねサービスが勝ってるって思っていいんじゃないですかね。こんな感じで、しかもちょっとなんか良さそうな、あったかそうな感じで、エアアジアとかスクートだのハワイ線とかだとねもらえなくて買えって言われるんですけどもね、いややっぱりこういったところがねすごいいいですね。もうでも LCC と比較するというよりかは、もう下手したらね ANA や JAL よりも上かもしれないですね。なんか高級感とかね。あとね、ちゃんとこんな感じで USB もついているので充電もねできているのがおりますし、それだけじゃないですよ。ここにもあるんですよね。コンセント2つと USB もう1個だからなんか2つあるんですよ。だから僕の場合カメラと iPhone みたいなこともできたりして、いやこれ本当にすごいですね。エコノミークラスしかないんですけども、それでもねエコノミーでも本当にねもう十分と言えるサービスが、もう設備がね整えられているんではないでしょうか。こう画面ディスプレイどんなものがあるのかっていうのはちょっとチェックしたいと思います。ちなみにねスターフライヤー国内線に関してもちゃんとねディスプレイはあるんですよね。それと同じなんですかね。イヤホンジャックがここにありますよと。イヤホンちなみにね機内に入るときにもらいましたと。なるほど。じゃあビデオとかね、こういう風なのは無理だな。結構こんな感じで台湾入国の案内もあったりとかしますね。ビデオに関してはニュースとか NHK、BBC とかね、そこまで充実はしてないのかなみたいな感じの内容と、大体30分とかなってますね。朝のニュースがやってるような感じですね。
ますけど、こんな感じで、台湾の、入国カードの書き方とかもディスプレイで見れるようですね。ちなみに他にもなんかこうね、韓国とかグアムとかもあったり、あと香港もね、なんかそういった意味ではスターフライヤーはこれからそこらのエリアに就航をね検討してるっていうことが伺えるんではないでしょうかね。シートなんですけども、こんな感じでねこう上げることができない。もちろん倒すこともできます。それで革張りなんですけども、普通は革張りよりも布っていうんですかね、あっちになってる方が座り心地はいい分 MCC とかこう掃除もしやすいんで、こうやって革張りになってることが多いんですけども、ジェットスターとかのやつよりもなんかこうちょっと高級感があるような感じで、座り心地は決して悪くはないですね。こんな感じの内容となっております。ちなみに前の人は今倒してる状態なんですけども、ここぐらいまでならちょっと分かりづらいかもしれないですけどね、多少これぐらいなら倒せるみたいですね。これちゃんとこんな感じでマザーコメットっていうね機内情報誌がありまして、国内のやつとね同じやつ使ってるのかなと思ったんですけど、どうやら国際線専用に作られてるみたいですね。こんな感じで先ほどディスプレイにもあったね入国カードの書き方とかも書かれていたり、あとは機内のねどんなやつをやってるかみたいな映画とか、結構だから中国語のやつもあるみたいですね。それ結構驚いたのが機内食やっぱり出るみたいですね。すごい、しかもなんかね見る感じだと本格的そう。しかもドリンクもアサヒビールが無料、僕はお酒飲めないんであれですけど、これは普通のもうレガシーの航空会社と一緒ですね。そんなにねフライトも長くなくて、やっぱり北九州から台湾って結構近いんですよ。2時間ちょっとぐらいかな。なんでこんな感じで入国カードもちょっと今のうちに書いておきましょうか。結構揺れますね今日は。食事がやっぱりあるみたいですね。結構おーってね機内の中も行ってるんで知らなかった人が多かったみたいですね。いやーこれはね嬉しいね。機内サービスが始まりました。あんな感じでねキンキンに冷えたビールも提供してくれるので、本当にお酒好きの方には嬉しいですね。今から機内食ちょっと開けたいと思います。水は海外系のやつか、でも日本語書いてるんでなんか見たことないやつ。あとはスイーツ、こんな感じでお品書きみたいなのも書いてますね。これはすごい。台北から北九州のやつも書いてますけど、なんか JAL のファーストクラスみたいな感じですね。これねスタッフライヤーの普通席なんですけどね、背中はこんな感じ。ビールは大丈夫です。これはすごいんじゃないですか。ではいただきます。ちゃんとこんな風におしぼりも回って手を拭きましょう。スターフライヤーの発信もありますね。じゃあいただきます。チキンみたいなやつ。チーズが乗ってますね。エビ。でもこれだけの種類入れるのはすごいっすよ。こんな卵もなんか魚もこんな風になったりとか。これはうまい。こ
今正直今まで食べた機内食の中で一番美味しいかも。弁当と変わんないですね、肉の。こんなキノコも生えてます。オクラもあったりと、こんだけちっちゃいのにこんだけ種類入れるかってぐらいありますね。これはいいっすね。せっかくなんでちょっとこっちも。これはなんか台湾のなんかなんかやつっぽい系ですけどね。友好日記ってなんか中国語みたいなの書いてるんで、日本のやつじゃなさそうですね。台湾から持ってきたんですかね。なんかキャラメルの味がしてちょっと食べづらいっていうのはあるんですけど、いや美味しいです。これも全然日本人の口にも合うと思います。あ、黒糖エッグタルトって書いてますね。なるほど、確かにそんな味がします。パブロみたいな。機内食ね、出るか出ないかってぐらいで思ってたんですけど、なんかこれあと ANA とか JAL よりも正直うまいんじゃないかみたいなぐらいのセンスでした。これが北九州の工場で作られているってことはなかなかやりますね。というわけでこれは美味しくもちろんいただきたいと思います。あ、すいません、どうも。はい、こんな感じでジュースもね、ビールもいらんって言ったところもらいました。ジュースもね、うまい。アップルジュース、他にも多分コーラとかもあると思います。だから飲み物も別に買わなくても機内に入っても全然大丈夫です。食後のコーヒーね、もらいました。これ多分特には書いてないんですけども、ここにはホットコーヒー、タリーズコーヒーって書いてるんです。多分タリーズコーヒーだと思います。だからちょっとね、そこら辺もこだわってるみたいな。こんなちっちゃいカップに入れてくれて、苦い、うまい、それでこんな風にチョコレートもちゃんとくれましたよ。ベネゼラビターって書いてて、森永製菓って書いてます。すごいですね。スターフライヤー作ってるんだ、こんなね。普通ね、ブランドまで書いてないと思うんですけど、こんな感じで書いてます。これは国内線もサービスありましたけど、国際線も同様にあります。間もなくしたら台湾桃園国際空港に到着の予定でございます。もうちょうど今ね、日が沈むようなタイミングでございまして、はい、ちょうど太陽が落ちようとしているような感じでございます。スターフライヤーの機体が海外にね、台北に到着でございます。すごい。
皆様、ただいま台湾桃園国際空港に着陸いたしました。ただいまの現地時刻は5時40分でございます。安全のためベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めのままお待ちください。また上の物入れを開けた際に中の手荷物が滑り出ることもありますのでお気をつけください。上の物入れにはお土産袋などよく似た手荷物がございます。ご確認の上お取り間違いには十分ご注意ください。今日もスターフライヤーをご利用いただきましてありがとうございました。またのご搭乗を心よりお待ちしております。到着しました。1日遅れになりましたけれども、いやスターフライヤーおめでとうございます。国際線就航。乗務連絡です。乗務員はドアモードをスターモードに変更してください。どうもありがとうございました。桃園国際空港に到着いたしました。ちょっと最後は着陸の時ね、今の時間帯混んでるのかこうくるくるね周りを回ってたんですけど、到着することができました。今はね現地時間で5時45分になりますので、時差が1時間あるんですよね。いやー機内食ね熱いねあれめっちゃうまい。あれはねもうねコンパクトながらにこう食材がポンポンポンみたいなね入ってて、ご飯少なめでいろいろね考えて作られたんだなみたいな感じで思います。ちょっとね今話そうとしてるんですけども、イミグレーションつきそうなのでまたした後にちょっとお話ししたいと思います。無事入国もできましたし、ちゃんとね荷物も届けられておりました。こんな感じでスターフライヤー TPE 台北ってね書いてて、いやー本当にねスターフライヤー国際線飛ばしてるんだなみたいな感じで実感しております。あそこにもちょうど今ねもう税関通り抜けたところなんですけどもですね、17時40分のところに北九州 KKJ っていうね星越航空、あれがスターフライヤーでございますと、本当に満足するフライトでございました。あれで1万3000円片道ねめっちゃ安い。なんで多分ね実際はもう安定してきたらもうちょっと高くなるのかなみたいな感じで思っております。ぜひともねスターフライヤー台北だけにとどまらず、どんどんねグアムとか香港とか個人のモニターには書いてたんで、いやそこら辺多分計画してると思うんで頑張ってほしいですね。はい、というわけでね私はスターフライヤー強く応援していますので、ぜひともねこれからもあんなね美味しい機内食、またね客室乗務員の方も非常に親切でしたし、本当にもうね普通のフライトよりもだいぶね満足したねフライトでございました。そんな感じで今回の動画を終わりたいと思います。この動画が面白かった、役に立ったって人がいても高評価チャンネル登録お願いします。また Twitter、Instagram、ブログやってますのでフォローとチェックしていただけ非常に嬉しいです。こんな感じで今回の動画を終わりたいと思います。皆さんぜひともね普段 ANA、JAL ばっかね乗ってる人もぜひともスターフライヤー乗ってください。おすすめでございます。そんな感じで終わります。それでは。